にちは、ゆっくり雑談の時間だよ。あら、今回は久しぶりの人物紹介の続きね。ボスヤスフォートは今の5スター物語の環境を作っている人物にもかかわらず、あまり触れてこなかったからな。それはどうして？それは本編が始まったら答えよう。ネタバレありだけど、それでもいいよって人は、ゆっくりしていってね。じゃあ、ボスヤスフォートを後回しにしていた理由から教えてちょうだい。単純なことだぜ。とにかく情報が少ない。デザイン図を見ても本当に背景がわからないんだぜ。へえ、そうなんだ。バッハトマ魔法帝国の設定が盛り込まれているデザイン図3にも最後まで謎のままなどと書かれていて、素性が明かされていないぜ。じゃあ、どうするのよ。とりあえず時系列順に彼の行動を見ていこう。5スター物語にボスヤスフォートが登場したのは6巻。生誕歴2121年のことだ。ボスヤスフォートは単身、AKD に乗り込んで、ミコトにダイバーズパラギルドの名手と王座を求めたぜ。騎士たちを蹴散らしてきたのよね。そう。ちなみにこの時はまだミラージュ騎士団が創設されておらず、AKD のテンプルナイトはゴーズ騎士団だぜ。ボスヤスフォートの力はミコトよりも強く、危うくとどめを刺されるところだったが当時101歳だったソープの頂上の力の前に敗北する。どうも異世界へ飛ばそうとしていたらしいのだが、飛ばされる前にミコトが肉体を滅ぼしたぜ。次元回廊って17巻で精神系の能力って再定義されたのよね。そうそう。だからこれは別の力なのかもしれない。ともあれ、こうして超強いダイバー、ボスヤスフォートの無謀な挑戦は幕を閉じたわけだ。しかし肉体が滅んでも精神は滅んでいなかったようで、ボスヤスフォートの精神はシーブルという小国の最小、リバローに取り付いた。これを憑依の法という。ミコトも赤ん坊のソープが呼び出した怪物にもてあそばれた時に検討していたぜ。ボスヤスフォートだけの能力ではないのね。もちろん、高等技術だろうし、使えるダイバーは限られているだろうな。ボスヤスフォートに取り憑かれたディバローは老齢にもかかわらずパワー満点、気力充実。傭兵団を雇ってドラゴンの名手、レッドドラゴンの消滅に合わせて出現する命の水を求めて活動を始めるぜ。命の水はあらゆる願いを叶えるとされているからだ。これが2992年。放浪のアトロポスのショーでの出来事だな。これってバローの本当の望みなのかしら？さあな、状況的に老齢のバローが延命のために命の水を欲するのはわかるけど、ボスヤスフォートの意志も介在しているんじゃないかな。うまく無意識を誘導したのかもしれない。この時、ユーコン財団の総裁、ユーキペールがバローに力を貸していたことは、後々重要な意味を持つ。ペールの方がさらに問題の人物なのよね。ペールについては後で触れるぜ。そして守備よく命の水の半分を手に入れ、ボスヤスフォートは復活した。半分だったっけ？もう半分は？ソープアマテラスが再生する時に使われたぜ。ただし力を取り戻した後に使った分が戻ってきたから、残りはアトロポスのものだ。そしてアトロポスはその力で死を望んだ。人類の戦争に付き合わされた人工生命たち。自分だけでなくその終焉を望むファティマ全てに死を与える。これが残りの命の水の使い道だ。それで生誕歴4100年にデルタベルン星が焼き尽くされるのね。そう、フロートテンプルがアラート X のバスターランチャーで崩壊した年だ。反乱軍と AKD による最後の大規模なモーターヘッド戦が行われた年でもある。騎士と妖精と巨人の時代の終焉よね。話をボスヤスフォートに戻そう。復活したボスヤスフォートはそのダイバーパワーでヤクトミラージュのコクピットにいるシャフトを殺害。シーブル国を乗っ取ってバッハトマ魔法帝国を建国した。そして聖壇中から騎士やダイバーを集めて国を強化し、戦争の準備を始める。ちなみに資金源はペールのユーコン財団が中心となった7カ国からなるユーコン経済同盟だぜ。ユーコン経済同盟のメインプロダクツは何かというと、ダイバーアシッドというお薬の販売だ。非合法薬物の販売でいた汚い金でできた国なんだよ。バッハトマ魔法帝国って。やばすぎるわ。もっともユーコン財団には表の顔もあって、そちらは美容やら医薬品やらを扱っているけどな。さて、こうして力をつけてきたバッハトマだが、聖壇に争いを起こすには一つ心配事がある。それは頂上の力を持つアマテラスだ。ボスヤスフォートはアマテラスがこの世のものでないことを身をもって知っている。だから介入されるのを恐れていた。そこで彼は一つ賭けをする。黒騎士でコースとペールを連れてフロートテンプルに殴り込みをかけ、アマテラスの部下を殺しまくり、その出方を探ろうというのだ。この時、ボスヤスフォートはアマテラス本人が出張ってくれば、賭けに負けて自分が死ぬことは分かっていたぜ。でも来なかったわ。結果としてボスヤスフォートは賭けに勝った。フロートテンプルを荒らしてもアマテラスは現れず、分身のメルリンスが来たからだ。これはボスヤスフォートにとっては複雑だ。
実はアマテラスにとっては、玉座も部下も対面も大事なものはないということで、本質的には相手にされていないことが分かったからだ。だから切れたのね。もっとも、ミラージュが敗北し、玉座に到達されてしまったことで総司令のログナーは責任を取って自害した。長年にわたって人類の守護者をやっていたカラミティ・ゴーダース王としてのログナーの背景を知ってしまうと、その重さがわかるわ。ログナー、というか本体のモナーク自身、上場存在に仕えていることは分かっているからな。けじめ案件だ。ボスやスフォートってモナークのこととか、ログナーの背景のこと知っているのかしら？わからないが、桜子が聖壇に隠された秘密に触れ始めてからログナーが釘を刺しに来たことを考えると、ボスやスフォートはログナーの本体のこととか、他次元からの侵略を受け続けている聖壇の本当の歴史のことは知らないのかもしれない。単に牽制レベルに強い騎士って認識かしら？かもな。こうしていくら暴れてもチートパワーでお仕置きされないことが分かったボスやスフォートは聖壇に乱を起こす。まずは自分を倒す可能性のあるダイバーであるウタメ・マグダルの排除だ。ハス派の1ページを軌道から砲撃し、モーターヘッドで包囲し、自分は単身王宮に乗り込むぜ。11巻ね。この計画は成功したぜ。デコースが率いるバッハトマの騎士はハス派のエイプナイトと互角に戦えたし、ボスやスフォートは超帝国の血を引くせいでハイブレンの制限を受ける海援を倒し、ムグミカを殺害。ダイバー戦ではマグダルに勝った。しかし、これは超帝国の血とウタメの血をもってナインを呼び出すための計画的な自殺だったんだ。ムグミカは命と血を使ってこの瞬間までフェザードラゴンの転生を止めていて、フェザードラゴンの命の水の力でナインを召喚したんだ。その目的は人類の歴史に初めて登場した絶対者神と対峙するためだ。ボスやスフォートをやっつけて欲しいから呼んだのではない。ここでも相手にされてないのよね。人類の永続と幸福のシステムであるユニオにとってみれば、聖壇の騒乱よりも神の出現の方が人類にとっての重大なイベントなのよね。そうそう、聖壇の派遣がどうとか、そういうのは星をも動かす超スケールで動いているモナークセイクレットやユニオにとっては詐欺だと思われる。なお、デザインズさんによるとボスやスフォートは超帝国末裔にして15代目皇帝を名乗っているが、自称に過ぎないらしい。もし超帝国皇帝の血を引いているのなら、ナインが何らかの反応を示したはずだが、ナインはヘアード・グローバーとマグダル、ムグミカと海援の亡骸とコレット王しか興味を示さず、その原因であるボスやスフォートに視線を向けず一切会話していない。ガン無視。ナインが王宮を燃やしたのは亡骸を葬るためであり、ボスやスフォートが大やけどしたのはただ巻き込まれただけだぜ。ふふ。なんだか少しかわいそうね。ともあれ、牽制とためを失ったハス派は弱体化し分断された。ボース星ミノグシや大陸には滅びゆくから見て星から引っ越ししたいフィルモアがやってきたり、周辺諸国が領土の取り合いをしたりで各地で戦いが起きているっていうのが17巻時点での状況かな。こうしてみると、ボスやスフォートが聖壇の均衡を乱したのはわかるけど、パーソナリティや素性についてはほとんど新情報が出てこないわね。そうなんだぜ。代わりに新情報が出てきたのはシーブル時代からボスやスフォートを援助していたペールの方だ。彼女は人間ではなく超帝国時代の魔導アンドロイドだったぜ。複数のボディがクラウドで同期するシステムになっていることも判明した。人間じゃなかったのね。デザインズさんではペールの方が超帝国皇帝団の直系だと書かれており、その技術を使って薬品やら何やらを作っていたとのことだが、ここは設定変更だな。ただ、ペールはバローに憑依したボスやスフォートが見えていたのかもしれないという記述もあるから、ボスやスフォート復活からここまでの流れは本当はペールの段取りなのかもしれない。アドラー製で人造騎士と違法ファティマも作ってるし、本当の黒幕はペール、というかペールの本体、あるいはペールの所属する組織じゃないかしら。ボスやスフォートの親衛隊の黒血魔導団とか、赤尺騎士団とかは、その組織の実動部隊かもな。多分、超帝国直系の技術の残滓がシステムカリグラで、その対になるのが超帝国が葬ったはずの闇の技術を引き継ぐペール、あるいはペールの属する組織じゃないかな。だとすれば可能性は高いと思うぜ。じゃあ、ボスやスフォートは操られているの？いや、ボスやスフォートはペールの目論見を分かっていると思うぜ。戦争を起こす理由は死ぬまでの暇つぶしって明記されているし、アドラー製の仕込みについても把握しているし、とにかく暴れて聖壇に乱を起こす、という点において二人の目的は一致しているようだぜ。でもペールは闇の技術が表に出ればアマテラスに滅ぼされることは分かっているんでしょ。破滅主義者じゃない。その面もあるだろうな。とにかく絶対者に構ってもらうために悪事を働きまくる。それで最後に滅ぼしてもらえたら、こっち見てくれたラッキー目的達成っていうのはあるかもしれないぜ。神への挑戦者ね。巻き込まれる大多数の人間はたまったものじゃないけどな。いいえ、ちょっと待って。神への挑戦者なんて言うと格調高すぎるわ。もっと適切な言い方あるかも。ネットで煽りまくって反応が取れたら、はい、
こっち向いた俺の勝ちみたいな態度じゃない、言ってしまえば。ひどい言われようだが、極言するとそんなものかもしれないな。アマテラスが構うなと言ってるのもわかる気がするけど。なんというか、ボスやスフォートって現代的なキャラクター造形よね。すべてを嘲笑するために自分は空虚な存在であろうとする、あるいはそうなってしまったという意味なら現代的だな。ひろゆきチックだ。さて、長くなったのでまとめるぜ。ボスやスフォートはその首相にまつわる情報がすべて不明。超帝国皇帝の末裔と自称しているが高確率で自称に過ぎない。デザイン図さんに明記されている彼の行動目的は死ぬまでの暇つぶし。でもこれまでの行動から、おそらく神に主体的に注意を向けさせたいと考えている可能性が高い。ボスやスフォートの復活には超帝国の闇の技術の産物である魔導アンドロイドのペールが関係している。ボスやスフォートとペールは禁じられた技術を復活させ、聖壇を混乱させようとしている。ペールはその結果、アマテラスに滅ぼされることが分かっており、それが目的のようにも見える。過剰書きにしても、本当にあっさりね。6巻から17巻までずっと出張っているのに全然情報がないわ。まず間違いなくここからボスやスフォートの掘り下げが始まるだろうぜ。これまでの展開で魔導対戦の人物紹介はほぼ終わっただろうし、あとはロードマップの通りに進むと思う。本当に楽しみね。そうだな、長くなったのでとりあえず今回はここまで。ここまでご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃまたねー。